ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES Fiesta from Live DVD Blu-ray Disc Young Old こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ11月の上旬はですね、SixTONES強化期間ということで、SixTONES公式 YouTube チャンネルより公開されたヤングオールドのライブ映像、こちらを見て歌声分析とリアクションをしていきたいと思っております。で、今回はですね、フィエスタ、こちらの歌声分析ですね。数日前にですね、アンダーラインの歌声分析動画も公開しました。こちらのサムネイルの動画となっておりますので、気になる方はですね、そちらのチェックもよろしくお願いします。そして SixTONES の歌声分析動画の総集編もですね、先日公開しました。つるさんが今まで SixTONES の歌声を聞いて衝撃を受けた楽曲ベスト5っていう動画なんですけれども、それもね、こちらのサムネイルの動画で概要欄に URL 貼っておきますので、気になる方はですね、ぜひチェックよろしくお願いします。そして今回のフィエスタ歌声分析させていただいたわけですけれども、心の底から楽しめる内容だったかなっていうふうに思います。歌声を聞いてもそうだし、楽曲全体のサウンドを聞いてもそうなんですけれども、心の底からウキウキする気持ちがですね、終始止まりませんでした。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてハイプの方もですね、お一人様1週間で3回できます。こちらの動画はですね、1回見ると1回ハイプ、2回見ると2回ハイプができます。その動画にですね、ハイプがいっぱいされることで YouTube のハイプランキングにですね、僕のこの動画がランクインすることができるかもしれません。ランクインすることができればですね、今まで僕が伝えきれていなかった方々にですね、SixTONESの歌声の魅力を届ける可能性が一気に上がりますので、ぜひ皆さんこちらの動画にハイプを3回していただけたらなというふうに思います。それでは早速 SixTONES フィエスタ歌声分析 GO!なるほどね。アンコールなんですね。今回のフィエスタはライブの中で一番盛り上がるポイントですよね。これは見るのが楽しみ。次いきますよ。もう踊ってらっしゃる。本当だ。こっから歌い出すわけだ、京本さんが。なるほどね、こうさらっと入りましたね。ごめんなさい。京本さんの歌い出しから聞いていきたいと思います。相変わらず色気がすごいですね、京本さんの声は。この声はですね、胸の胸腔共鳴というところの音色と鼻の鼻腔共鳴というところの音色をですね、5対5ぐらいで混ぜたような感じの歌声かと思います。胸の胸腔共鳴っていうのは声に男らしい音色を表現するポイントで、鼻の鼻腔共鳴はですね、声質のコントロール、この辺を主に行うポイントなんですよね。男らしさの中にたっぷりと色気が含まれている歌声、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、優しく開くみたいな、僕がやるとこういう感じの声になるかな。で、先ほどの説明に一つプラスするんですけど、声を出す方向のイメージをですね、こう後ろに引くような感じで歌っていると思います。声のイメージを後ろに持ってくると、雰囲気がですね、こう柔らかい感じになるんですよね。次いきますよ。
メモリーズみたいな感じで最後声がものすごく太くなりましたよね。ここで喉の空間をですね、広げているんですよ。で、母音がいの言葉っていうのは口の中の空間が狭くなってしまって、声の存在感が薄くなりやすいんですよね。声がこもりやすいというか。それをですね、解消するために喉の空間を広げることによって声の響きが増幅するスペースをですね、増やしているんですよ。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。メモリーズみたいな感じになってますよね。いや、この声のコントロール素晴らしすぎますね。そして今使ってる声なんですけど、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってます。これもね、難しいテクニックなんですよ。ミックスボイス、正式名称はミドルボイスって言うんですけど、この声はですね、今、ミックスボイスっていう名前でものすごく知れ渡ってるんですよね。だから僕もあえて世の中のニーズに合わせてミックスボイスっていう風に説明するようにはしてるんですけど、正式にはミドルボイスって名前がついてるっていうことをね、頭の片隅に置いておいてもらえたらなっていう風に思います。次いきますよ。わ音域の上下がすごいですよね。高いところから低音まで幅広い音域を表現してる京本さんの歌唱力。やばいですよね、相変わらず。そして田中さんがちょっとね、ふてくされた感じで腕を組んでるのが僕はね、気になるんですけど、もう一回京本さんの素晴らしい歌、聴いてみましょう。ほら、最後とかめちゃくちゃ低いですからね。やっぱり幅広い音域をしっかりと安定した歌声で歌えるっていうのはですね、ものすごいことですね。さあ、この後田中さんのこのちょっとね、ふてくされたような表情の答えが出るんでしょうかね。いきましょう。超盛り上がってる。田中さんの表情の答えは出なかったですけど、やっぱりこのね、深いビブラートが京本さんの魅力の一つだっていう風に僕は思うんですよね。みたいな。このビブラートたまらないですよね。これはですね、横隔膜を動かして音を揺らすタイプのビブラートなんですよ。歌を歌う上での体の使い方が完璧にできていないとこのビブラートって使うことができないんですけど、さすがですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。踊るよみたいな、こういう感じのビブラートですよね。いやー、この揺れが心地よすぎますね。次いきますよ。うわやばすごくないですか？コーチさんのこのビリビリとした感じの声、めちゃくちゃかっこいいですね。てか、コーチさんこういう声も使えたんですね。うわ、すごいです。この声はですね、シャウトボイスっていう声で、ここにですね、仮声帯っていう器官があります。ここを動かしながら同時に声を出す。こういったテクニックなんですよね。シャウトボイスに関しては田中さんめちゃくちゃうまいかなっていうふうに思います。あとジェシーさんも得意ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。ガーナーみたいな。僕がやるとこういう感じの声質になっちゃうんですけど、やっぱシャウトボイスこそ個性がものすごく出る声だなっていうふうに僕は思っていて、僕がやるとビリビリ感が強くなりすぎちゃうんですけど、コーチさんぐらいのこのシャウトのね、ビリビリした感じめちゃくちゃちょうどいいですよね。かっこいい。次いきますよ。どうなる？こっから田中さんが入ってくるのかな？みんな入ってこいよみたいな感じのシーンでしたよね。やっぱりね、ストーンズのライブはこういう友情を感じるポイントがですね、あってものすごく僕好きですね。こっから田中さんパートなのかな？行ってみましょう。
この京本さんの表情がたまらないですね。みたいな顔。そして表現する田中さんの姿もですね、ものすごくお茶目で可愛いですね。もう一回見てみましょう。いいね。いい、楽しいですね。そして曲調がなんか個人的に湘南乃風さんみたいな雰囲気を感じるんですけど、今回の作曲者ってもしかして湘南乃風さんだったりするんですかね。間違ってたらごめんなさい。ぜひね、その辺ストタンの皆さんコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。いやー、いい。本当にいいですね。ごめんね、みたいな。いやー、もうほんと感動しちゃいます、僕こういうので。やっぱり友情に弱いんですよね。ストーンズのこのチームワークの素晴らしさが、滲み出ていますよね。次いきますよ。ここのポイントは、3人ずつパートが分かれてんのかな。両方メインパートだとは思うんですけど、前半歌う3人のパートと、追っかけで歌う3人のパートみたいな。やっぱりこういうフレージングになってくると、スピード感があってめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回今のポイント聞いてみましょうか。ほらほら。このフィエスタきっかけでまたパートチェンジみたいな感じですよね。いや、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。たまらないですね。心の底からこうウキウキさせてくれるような曲調ですよね。その曲調に対してなんか個人的な意見なんですけど、こう素のストーンズの魅力が出ているようなシーンかなっていうふうに思います。なんかこう振り付けがあるわけでもなく、強いパフォーマンスがあるわけでもなく、純粋にストタンの皆さんと音楽を使ってコミュニケーションをとってるようなシーン、めちゃくちゃ見応えありますね。次いきますよ。えいえいここ絶対ライブだと楽しいですよね。もう最初のワンフレーズを聞いただけで、このえいっていう風に行くんだろうなっていうのがすごく伝わってくるフレーズ。もう一回聞いてみましょう。えいいいね。楽しいです。本当に。きっとね、会場で見ているストタンの皆さんもめちゃくちゃ楽しい気持ちになってるんだろうなっていうふうにね、思っちゃいました、今。やっぱりストーンズってライブでいかにストタンの皆さんに楽しい気持ちになってもらえるかとか、いかに感動してもらえるかっていうところに全力を注いでますよね。もうそういうのが映像から伝わってくるんですよ。ここがストーンズの素晴らしい魅力の一つかなっていうふうにね、僕は思います。次いきますよ。燃え上がれって言ってんのかな。これでウェイみたいな感じですよね。いやー最高だ。次いきますよ。森本さん。相変わらず甘くて色気たっぷりな声ですよね。そして森本さんの後ろにいるストタンの皆さんがみんな素晴らしい笑顔なんですよね。今ね、ごめんなさい。字幕でちょっと見えないと思うんですけど、もうこういうところを見てもね、感動しちゃいます。で、森本さんの声なんですけど、鼻の鼻腔共鳴の響きがですね、中心ですね。色気たっぷりな声をですね、鼻で作ってるんですよ。で、ちょっとだけ胸の胸腔共鳴の響きを足すことによって、大人っぽい雰囲気を表現しているというか、もう一回聞いてみましょう。で、あと語尾をですね、っていう風に投げ捨てるような歌い方をしてますよね。これを歌の専門用語でフォールって言います。このフォールの雰囲気もですね、ものすごくセクシーですよね。次いきますよ。
後半に向かうにつれて森本さんもここのポイントでですね、口の奥の空間を広げているんですよね。あーみたいな、こういった音色をですね混ぜて歌ってます。この響きを声にプラスすることによって徐々に声が強くなっていくみたいな表現をしているんですよね。もう一回聞いてみましょう。一人みたいな音色になってましたよね。ここで喉の奥の空間を少しだけ広げているんですよね。こうたくましい声に変化しているっていうか、かっこいいですね。次いきますよ。いいね、ジェシーさんのこのね、歌の持っていき方。前半は声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックを使って柔らかい雰囲気を表現してるんですよ。で、後半のフレーズはですね、シャウトボイスを使ってものすごい力強い声を表現してるんですよね。この声の持っていき方がめちゃくちゃかっこいい。そして声の出し方なんですけど、ジェシーさんはですね、胸の胸腔共鳴、こちらが中心になっています。そして声の出口をですね、鼻にすることによって柔らかい雰囲気を少しだけ声に足してるんですよね。で、シャウトボイスを使っているところは鼻の響きを少なくはしているんですけど、その少なくなった分をシャウトボイスのビリビリに変換させているというか、シャウトボイスっていうのは鼻に声を入れれば入れるほどビリビリした感じが強くなっていくんですよ。ちょっとね、ごめんなさい。わかりにくい説明の仕方で申し訳ないんですけど、もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。ラララ。こういう感じの声で前半を歌って、ララ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 みたいな。こんな感じの後半の声ですよね。で、これ両方とも声を鼻に入れているんですけど、柔らかさとして鼻の声を使うか、ビリビリ感として鼻の声を使うかっていう風に、鼻の使い方を2パターンで分けて歌ってるんですよね。この辺のコントロール最高ですよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。すごい。で、この辺はですね、鼻声の音色とシャウトの声を混ぜたような声質使ってますよね。もうね、声質のコントロールの幅が広すぎるんですよ、ジェシーさんは。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、口も大きく開いているので、口腔共鳴って言われる言葉の輪郭をはっきりさせる響きもですね、使ってるんですよね。体全体を使って声を出しているっていう感じ。最高ですね。次いきますよ。いいね。ここは京本さんワンフレーズ、高知さんワンフレーズっていうポイントなんですね。京本さんが鼻の響きをものすごくいっぱい使っている声に対して、高知さんはですね、口の口腔共鳴と胸の胸腔共鳴、この2つを使ったシャウトボイスっていう感じの声です。もう一回聞いてみましょう。京本さんの声が求めてしまう、こんな感じの声かな。鼻腔共鳴の響きもたっぷり使っている声。そしてコーチさんがですね、限られた時間、こんな感じかな、僕がやると。声の中心を口に持ってきているような感じのイメージでシャウトボイスを歌うとコーチさんっぽい音色になってくるかなっていうふうに思います。いずれにしろね、ものすごくコントロールの難しい声でした。次いきますよ。コーチさんのパートからジェシーさんの煽りがこう重なってきて、ものすごく次のシーンに行くパワーが生まれてるパートですよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いい。で、この勢いを感じさせるキーポイントとしてはやっぱり京本さんの柔らかい声、ここがねすごく重要になってるかなっていうふうに思います。京本さんの柔らかい声からじわじわとこう盛り上がっていくみたいなクレッシェンドっていう技法が使われているポイントかな。こう徐々に盛り上がっていくっていうのをクレッシェンドっていうんですけど、これをね3人で作り出してるっていうのが素晴らしすぎるんですよ。
普通一人で、みたいな感じでこうね、音量を上げて盛り上げていくっていうのが一般的なクレッシェンドなんですけど、これを3人で作り出してるんですよ。ものすごいチームワークですよね。次いきますよ。こうタオルですかね。回してる感じがやっぱ湘南の風さんっぽいかなっていうふうにね、個人的には思うんですけど、こう夏を感じる爽やかな雰囲気のこのアップテンポ感たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。これ絶対盛り上がる。僕もね、ライブ会場行ったらこうやってね、タオル回したい。そう思っちゃうぐらい、全員参加型のシーンかなって思います。もうね、ストーンズとストタンの皆さん、この2組で作り上げる会場の空気みたいなね、最高ですね。次いきますよ。あ、そっか、サビは3人ずつでパートが分かれてるんだった。そうでしたね。この歌声のスピード感僕ね、大好きですね。次いきますよ。そうそう、ここでね、上がるんですよね。いい。で、ゴンドラに乗ってこう回ってるのかな。アンコールならではって感じのポイントですね。やっぱりね、ストーンズのライブ映像を見ると、ライブね、行ってみたいなっていうふうに思うんですよね。絶対楽しいですよね。ストタンの皆さんがね、ストーンズのライブは記憶がなくなるって言ってる意味がですね、ライブ映像からでも想像できちゃいます。なんかすごいね、夢中になりそう。楽しすぎて。次行きますよ。いいなぁ。回して回して。このゴールドの笹が個人的にめちゃくちゃかっこいいなって思うんですよね。で、マイクもゴールドじゃないですか。今回のね、ヤングオールドはゴールドが基調になっているライブなのかな。ゴールドが似合うってね、素敵ですよね。次いきますよ。ヤングオールドって書いてありましたね、ひらがなで。森本さんが持ってるあのね、傘のところに。ヤングオールドって。もう一回見てみましょう。ほら、ヤングオールド。しかもね、森本さんこうやって指さしてますからね。ヤングオールドだよみたいな。楽しいですね。次行きますよ。あー、いいなー。たまらないですね。やっぱり毎回思うんですけど、ストーンズのライブ映像はものすごく元気をもらえます。なんかそのぐらいのエナジーが映像越しでも伝わってくるなっていうふうにね、毎回感じるんですけど、これすごいですよね。映像にもかかわらずものすごい元気をもらえるっていう素晴らしい魅力だと思います。次行きますよ。来た来た。やっぱりこういうラテン系の楽曲でゆったりしたテンポのポイントって田中さんのラップめちゃくちゃ合いますよね。で、このちょっと悪そうな感じの声質に対してのシャウトボイスがめちゃくちゃかっこいいんですよ。この声はですね、口の中の口腔共鳴が中心になっていて、プラス胸の胸腔共鳴。こちらで男らしいかっこいい音色を表現してます。で、少しだけ鼻の中に声を入れることによってシャウトボイスのビリビリ感を表現してるっていう発声法なんですよね。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、こういうゆったりなテンポの時って、リズムの取り方がすごく重要になってくるんですけど、タタタタタタっていう風にリズム取っちゃうと、ラップもちょっとね、かっこ悪い感じになってくるんですよ。そこで田中さんどういうリズムの取り方をしてるかっていうと、タタタタタタっていう風に、この裏のリズムって言われるポイントでリズムを取って歌うんですよね。そうすると、音の強い場所、アクセントのポイントもくっきりしてきますし、歌のフレーズだったり、ラップのフレーズにも疾走感が乗ってくるんですよね。結果的にリズムの取り方一つでめちゃくちゃかっこいいラップに仕上がってくるんですけど、さすが田中さんですよね。その辺も完璧にですね、考えてラップ歌ってます。素晴らしすぎる。次いきますよ。
かっこいいな。で、シャウトボイスがものすごくナチュラルなんですよね。もともと声がビリビリした感じの声質を持っているんじゃないかっていうぐらいの自然な感じのシャウトボイス。ここがね、ものすごいですよ。もうね、本当に才能なんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。ラーララーって僕がやるとやっぱりね、このね、わざとらしいビリビリ感になっちゃうんですけど、田中さんそれがないじゃないですか。ここがね、本当に僕ね、憧れます。かっこよすぎる。次いきますよ。いいね。松村さんの声も前半はすごく美しくて優しい声を使って歌っていたじゃないですか。で、後半はシャウトボイスにしてるんですよね。この歌声の使い分け素晴らしいですね。前半はね、本当に僕が憧れる美しすぎるほど美しい歌声なのにワイルドな声に持っていくっていうこの表現力ね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいですよね。両方ともね、綺麗な声で仕上げても、それだけでもすごくかっこいいのに、さらにかっこいい声を追求してるっていうね、これがね、素晴らしすぎる。次いきますよ。で、今のところは、ビリビリ感のある強い声から今度はね、最終的には美しい声にこうね、フェードアウトしていくみたいな表現方法でしたよね。全体を通して聞いてみると、こう徐々にこう強くなってまた柔らかくなってシュッと締めるみたいなね、こう大きな山を作り上げるような表現方法だったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最後の声とかめちゃくちゃ美しい声ですよね。いや、僕ね、松村さんの声大好きなんですよね。そしてね、この声の出し方を真似したくてすごい練習してるんですけど、なかなかできないんですよね。いや、ほんと憧れます。次いきますよ。いいね。あ、いい。この京本さんとコーチさんの流れ、この曲の中でね、僕ね、ものすごい大好きなポイントですね。生から動へみたいな感じの流れじゃないですか。優しくて、こう、ふわっとした感じの京本さんの歌声から、激しくて力強いコーチさんの歌声。この流れたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。すごくいいですね。で、この流れがもう一回来るんですよね。1番と同じだとしたら。行ってみましょう。間違えた。間違えたのコーチさん、今の。間違えたーって言ってましたよね。これもライブ DVD に入ってるってことですか？間違ってるところを入れるってすごく珍しいですよね。でも逆にね、親近感が湧くポイントかなっていうふうにも思うんですけど、もう一回見てみましょう。ごめんなさい。ちょっとね、ツボに入ってしまいました。間違えたってところが。いやー、最高に楽しいですね。いやー、なんか本当にね、親近感が湧きます。コーチさん。次行きますよ。いいね。ライトスティックもね、こう、揺れていてすごく綺麗だしね。次行きますよ。やっぱサビのこのアップ感たまらないですね。こう体が勝手に揺れちゃいますもんね、こうやってね。最高です。次行きますよ。情熱のでこのね、音が上がるところめちゃくちゃかっこいいですよね。で、今歌ってみたんですけど、めちゃくちゃ高い。ここはね、今僕ミックスボイスっていう声を使って歌いました。
裏声と地声の中間の声ですね。裏声だったら、じゃーこういう感じになるんですけど、鼻の中の空間をですね、ちょっとこう広げるようなイメージなんですよね。声の勢いを強くしてあげる。そうすると、情熱のっていう風に地声っぽい感じの裏声が出てくるんですよ。これがね、ミックスボイスの正体なんですけど、ただこれ声のコントロールめちゃくちゃ難しいです。気になった方はぜひね、やってみてください。次いきますよ。ここで来ないんだ。燃え上がれは来ないんですね、ここで。今そのね、入りだけ聞けるかなと思ってちょっと待ってた僕がいたんですけど、なんか C メロに行くのかな、こっから。聞いてみましょう。いいね。ものすごくおしゃれな流れですね。で、今回は京本さんとコーチさんのペアのパート多いですね。個人的にはね、この2人のペアの歌声ものすごく大好きなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。すごく美しい京本さんの声と少年のようなこのね、いい意味であどけない感じのコーチさんの声が重なることによって生まれるこの声の魅力、たまらないですね。次いきますよ。で、森本さんの甘い感じの声と田中さんの、今回はね、力強い感じの声をチョイスはしていないですけど、田中さんの声と森本さんの声がこう重なることによって生まれた歌声ってものすごくストレートな感じの歌声ですよね。気持ちがこうね、直接心に伝わってくる歌声というか、もう一回聞いてみましょう。2人の声が重なることによって生まれる新たな声の魅力、この辺がね、感動しました。次は誰かな、行ってみましょう。ここがジェシーさんと松村さんなんですね。なんかこの2人だと今度声の一体感がすごいですよね。2人で歌ってるのに1人の声に聞こえるみたいな。もう一回聞いてみましょう。ほら。なるほどね。声の響きの成分がジェシーさんと松村さん、今回近い感じの音色で歌っているから一つの歌声みたいな感じに聞こえるんですね。それと2人とも正確すぎるほどのリズム感を持っているので、それも影響していると思います。で、どのような声の音色バランスかっていうと、胸腔共鳴と鼻腔共鳴を5対5ぐらいで使っているような音色の声なんですよ。この声の音色が非常に近いので、声の混ざり感がですね、えげつないことになっていたんですね。なるほどね。いや、すごいですね。次いきますよ。いい。ジェシーさんのはいはいがね、いい感じで盛り上がってますよね。で、最後のところも京本さんとコーチさん2人のペアのフレーズだったかな。もう一回聞いてみましょう。いいな。今回はこの声の強弱を使った盛り上げ、盛り下げがすごく多く使われてますよね。声質での徐々にこう盛り上がってくる感じとかもそうなんですけど、ものすごい歌の表現をたくさん使ってる楽曲、それがフィエスタなんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次ね、最後、大サビですかね、行ってみましょう。なるほどね。フレーズがやっぱりちょっと変わってますよね。最後の大サビっていうことで。ちょっとメロディーを崩したような感じですよね。やっぱりね、ストーンズの楽曲、最後の大サビはですね、一番かっこいいフレーズを持ってきますよね。もう一回聞いてみましょう。なんか、回してる松村さんがめちゃくちゃお茶目で可愛かったですね。いやー、いいなー。次行きますよ。
ここまでメロディーを崩した感じになってるんですね。さっき1個前に聞いたところだけメロディーを崩してるのかなっていうふうに思ったんですけど、ここのサビのポイントは全く別メロディーっていう感じですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。なんかちょっとカントリーチックな雰囲気を感じれるポイントかなっていうふうにも思います。なんかどことなく懐かしいみたいなね、ふるさとを感じさせてくれるようなメロディー。すごく心地いいですね。次いきますよ。なるほどね。ラストの大サビは、その前までのサビのメロディーってやっぱちょっと変わってるんですね。そういうことか。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらって言ったけどごめんなさい。ストタンの皆さんの方が詳しいですよね。ラララララみたいな感じだったじゃないですか。普通のサビは。でも、最後の大サビは、ララ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 っていう風に同じフレーズをこう2回繰り返すみたいなね。こういう風に変わってるんですね。なるほどね。次いきますよ。やっぱりこのね、音域が下がった今聞いたところ、やっぱりね、なんかどことなく懐かしい雰囲気を感じて、僕ね、すごく好きなポイントですね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。なるほどね。ここでまた元のサビに戻るのか。展開がものすごい面白いですね。めちゃくちゃ凝ってる。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな、この流れ。そして今ね、ちらっと見えたんですけど、キーコーヒーの看板があるんですよ。キーコーヒーさんがスポンサーなのかな？なんかスポンサー企業ってライブとかでもどっかにね、名前が入ってる看板が出てたりするじゃないですか。そういうことなのかな？僕ね、コーヒー好きなんでね、ちょっとね、反応してしまいました。次いきますよ。いやー、また終わりに近づいてきてしまいましたね。京本さんめちゃくちゃ色白いですね。普段からお肌の手入れとかしてんのかな？僕もね、肌の手入れはする方なんですけど、ちなみに僕はね、ライブ配信でも言ったんですけど、キュレルってやつを使ってます。安くていっぱい使えるやつ。皆さんのおすすめのスキンケアの方法があったらね、コメントで教えてください。次いきますよ。ほらライトスティックがこうね、みんなこう振ってくれてるじゃないですか。これがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。やっぱりね、一体感素晴らしいですよ。ストタンとストーンズの。次いきますよ。で、燃え上がれですよね、最後。ここをね、待ってたっていう部分もありますよ、僕。やっぱりね、これね、一番こう、テンションが上げれるポイントっていうか。そして僕もね、多分ね、ストーンズのライブに行ったら、ライトスティック買っちゃうんですよ、きっと。僕はね、そういうタイプです。もうライブ会場に行ったらもうね、何でも欲しくなる。ライブ T シャツとか、ライブタオル、ライトスティック。あとね、なんか、バッジとかもあったら買っちゃうかもしれない。早く行きたいですね。じゃあ次行きますよ。いいね。楽しいね。いやー、最高ですね。本当に終わってしまうのが名残惜しいです。多分次、最後の燃え上がれだと思うんですよね。行きたいと思います。ほら。いやー、最高に楽しかったですね。以上、ストーンズフィエスタ歌声分析はここで終了です。いやー、やっぱりストーンズのライブ映像は最高ですね。めちゃくちゃテンション上がっちゃいました。もうね、この中すんごい今ね、汗かいちゃってる状態なんですよ。なんか毎回ストーンズのライブ映像を歌声分析した後は汗かいちゃってるって言ってる気がする。それぐらい映像越しでですね、もう楽しい気持ちとか、音楽が持つ魅力がですね、こうダイレクトに伝わってくるような感じがするんですよね。いや、本当に最高に楽しませていただきました。
次回 SixTONES の動画はですね、同じくヤングオールドよりザ・ボーラーズ、こちらのリアクション動画を公開しようと思います。歌声分析もですね、ザ・ボーラーズが公開されたタイミングでですね、公開してます。気になった方はですね、ぜひそちらを先に見てから、またリアクション動画を公開したタイミングでそちらも見ていただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。